今日は大学芋風のくるくるさつまいもを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大学芋風のくるくるさつまいもを作りたいと思います。はい、ということで今回は以前私のチャンネルでね、くるくるポテトっていう動画を上げたんですけれども、今回はさつまいもバージョンで作っていきたいと思います。で、味付けはですね、大学芋風に仕上げていきます。くるくるさつまいもを上手に作るコツや、あとは大学芋のタレを上手に作る方法をご紹介していきます。要所要所ポイントがあるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、みりん、醤油、お酢、黒ごま、塩です。そして揚げる時に揚げ油も使っていきます。今回大学芋風ということで、大学芋の味付けはお砂糖、みりん、醤油、そしてお酢を使っていきます。このお酢を入れることでカチカチになりすぎたりとか、あとはベトベトになってね、歯にくっついて食べづらかったりするのを防ぐことができます。今回はね、小ぶりのさつまいも、私の手のひらぐらいかな。結構小ぶりです。これを使っていくんですけれども、サイズ感はね、お好みのものを使用していただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。まずさつまいもを薄切りにしていきます。で、薄切りにするときはこちらスライサーを使います。さつまいもがね、ちょっと結構硬いので薄めにスライスしてください。包丁だとね、ちょっと難しいので、もしこういったスライサーがないときはピーラーでやっていただくといいかなと思います。まあその分ね、ピーラーの幅分しかこうちょっとできないので、ちっちゃめのミニサイズになるかなと思います。あとはですね、こういうスライサーを使うときは必ず安全装置をつけてスライスするようにしてください。結構ね、本当にこれ指をね怪我しやすいので、怪我には十分に気をつけてスライスするようにしてください。安全装置をつけてスライスしていきます。で、どのくらい薄いかっていうとね、結構薄めです。このぐらいしていただくと巻きやすいです。はい、ってな感じでどんどんスライスしていきます。で、スライスする時はね、あんまり無理せず、もうねできなくなったらこちらはね、電子レンジとかに温めたりとか、あと細かく切って野菜炒めとかに入れて使ってください。1本でもね結構薄くスライスしてるのでたくさんできましたね。まあ今日はね2本作っていきます。ではもう1本スライスします。ちなみにこの私が使ってるスライサーは 0.5mm までねスライスできるやつで、今回私は 0.5mm 設定でスライスしてます。はい、このようにたっぷりスライスしました。で、そしたらですね、ここに小さじ1杯ぐらいの塩を振ります。こうやって一回塩をね軽く揉み込んで、さつまいもの水分を出します。そうするとしなしなっとしてくるくる巻きやすくなります。で、このように塩もみしてこのまま1分置きます。はい、1分経ちました。こんな感じです。そうしましたらこちらをさっと水洗いして水分を拭き取ります。じゃあまずね水洗いします。はい、見ていただくと分かるんですが、かなりしなしなっとしてとても柔らかくなってます。水分拭き取る時はね、拭き取るまではこうやって水に浸してアクを抜いておきましょう。そうすると変色防止になります。ではまな板にキッチンペーパーを敷いて、ここにねさつまいもをどんどん並べていきましょう。水に浸してるんですけど、さつまいもは変色が早いので、ここからの作業はね素早く行うようにしてください。まあ、多少変色しても揚げていくのでね、そこまでね仕上がりに差し支えはないかなと思います。まあ、できるだけね変色しない方がねいいかなと思います。で、このように並べて、また上からキッチンペーパーをかぶせてしっかりとね水気を取ります。この水分を取っておかないと油で揚げた時にカリッとなりにくいのと、あと油跳ねの原因になりますので、水分はねきちんと取るようにしてください。それではねさつまいもをくるくる巻いていきます。まず2枚用意していただいて、これを重ねます。手前の方が下になるようにですね、1枚重ねてその上にまた乗せます。こんな感じです。そしたら手前からくるくる巻いていきましょう。で、2枚目も巻き込んでいきます。はい、こんな感じです。で、そしたらこの巻き終わりをようじで刺して、で貫通させます。このようにくるくる巻いていきます。で、さつまいもがね大きいものに関しては1枚でくるくるしちゃっても OK です。はい、こんな感じです。では残りもねどんどんくるくるしていきます。
はい、このようにくるくるしました。こんな感じでね、全部くるくるし終わりました。それではこちらを油で揚げていきます。それでは油で揚げていきます。まずね、フライパンにこのね、くるくるさつまいもを並べていきます。適当にポポパーっと並べていただいて OK です。はい、こんな感じでね、フライパンに入る分入れてください。そしたらですね、フライパンに何も入れない状態でこのお芋を入れてからサラダ油を上からかけます。だいたいフライパンの底から1センチぐらいの油を入れましょう。はい、でそしたら火にかけます。このさつまいもを揚げるときは冷たい油から揚げることでさつまいもの甘みを引き出すことができます。なので冷たい油からね、じわじわゆっくりと揚げていきましょう。火加減は弱めの中火です。はい、今ね3分ちょい過ぎました。こんな感じでだんだんじわじわじわっと音がしてきます。そしたら時折ね、こうやってひっくり返しながら焦げないように揚げていきます。このフライパンと接着してる面がね、焦げないように、かつ全面がカリッとするようにひっくり返して揚げていきましょう。でさつまいもは色づき始めると結構焦げるのが早いので注意しながらね、揚げてください。今ねちょうど8分30秒経ちました。でいい感じにね、表面もカリッとしてきたので火を止めて取り出します。カリッとしたものから取り出していきましょう。はい、このようにカリッと揚がりました。それではこの後ね、ようじを外すので触れるぐらいになるまで油を切りながら冷まします。はい、それではこちらが触れるぐらいの温度になったのでようじを外していきます。まずね、さつまいもを優しく持ってください。でそしたらようじをくるっと回転させます。ひねる感じですね。でくるくるくるっとようじを指で優しく回しながら上に引っ張って取ります。そうするとこのように綺麗にようじを取ることができます。こっちはねカリッとしてるので潰さないようにだけ注意してください。まだねちょっと油っぽいのでキッチンペーパーの上に置いてまだ油切りをしましょう。それでは残りもね同じようにようじを抜いていきます。最初のひとひねりがね結構硬いものがあるんですが、優しくねこう回すとスッと取れるのであんまり思いっきりやらないようにしてください。はい、こんな感じでようじを取り終えました。あと3分からね5分ぐらいこのように油切りをしましょう。そして油切りが終わったらこのようにボウルに入れておきます。それでは大学芋のタレを作ります。フライパンにみりん、お醤油、お酢、そしてお砂糖を入れます。でこれを一旦よく混ぜましょう。でこのように混ざったら火にかけます。で火加減は中火でこのまま混ぜながら1分半加熱します。はい、1分半経ちました。そしたら火を止めます。気持ち軽くとろみがついたかなっていうぐらいになります。それでは火から下ろします。とろみをもう一度分かりやすく見せるとこんな感じ。このぐらいとろーっとした感じですね。このぐらいのとろみを目指して加熱してください。それではようじを抜いたくるくるさつまいもにかけます。タラタラタラーっと。そして絡めます。で最後に黒ごまをふわーっとかけて、でまた混ぜます。先ほども言ったんですけど、こうやってお酢を加えることで粘つきもなくとろみのついたタレで仕上げることができます。なのでこう食べた時もね歯にくっついたりとかね、そういったこともないのでとても食べやすく美味しく召し上がっていただけると思います。ということでこれで完成です。はい、これで大学芋風のくるくるさつまいもの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにすごくねツヤツヤに仕上がって、かつとてもサクサクに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すっごくサクサクです。美味しい。もうねカリカリですね。このタレはですね程よいとろみがついてて、かつベタつきもなく歯にくっつかないのでとても食べやすいです。ミルフィーユ状になってるねこのさつまいもの層がすっごくいい食感になってます。
いうことで今日も美味しく仕上がりました。今回の大学芋風のくるくるさつまいものポイントです。まずさつまいもなんですが、できるだけね薄めにスライスするようにしてください。そしてスライサーを使う際は必ず安全装置をつけて、さらに怪我をしないように十分に気をつけてスライスするようにしてください。本当にこのスライサーはさっとね指を怪我しちゃうことが多いので、本当にそれだけは気をつけてスライスするようにしてください。もしねスライサーがない場合は皮むき器でもいいかなと思います。で、皮むき器を使う時もね手指をね怪我しないようにだけ注意してください。物にもよると思うんですが、皮むき器の場合はちょっとね細い感じになるとは思うんですけれども、それはまたねちっちゃいミニサイズで可愛いかなと思います。で、そしてスライスし終わったら塩もみしてください。そして塩もみしたらだいたい1分ほど置いていただくとしんなりしてくるので、とても巻きやすくなります。塩もみした後は一旦水洗いして、そのままね水に浸しながら作業するようにしてください。さつまいもはね結構変色するのが早いので、まずねワンセットきちんと水を拭き取っていただいて、その後くるくるして、で全部終わったらまた次のターンでくるくるしていただくと変色しにくくなるかなと思います。そして揚げる時のポイントです。今回は冷たい油から揚げました。そうすることでさつまいもの甘みを引き出すことができて、さらにねとてもカリカリに仕上げることができます。そして揚げ終わったら手で触れるぐらいまで冷ましていただいて、その後ようじを取るようにしてください。で、ようじを取る時はですね、さつまいもを優しく持って、最初の1回目は優しくくるっと回転させて、そのまま回転させながらようじを抜き取ってください。そうするとね簡単に取れると思います。そして今回作った大学芋のタレなんですけれども、お酢を入れてます。このお酢を入れることでベタつきもなく、かつカチカチにもならず、ちょうどいいとろみのついたタレに仕上げることができます。これね今ね私は出来上がってすぐねエンディングで撮影して食べてるんですけど、この後どのくらいまでパリパリでいけるか試してみて、そちらはですね概要欄に書いておきたいと思います。ぜひチェックしてみてください。ということで今回はさつまいもでねくるくるロールを作ったんですけれども、大学芋とはねまたちょっと違ったパリパリっとしたこうミルフィーユ状になった食感を楽しむことができます。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大学芋風のくるくるさつまいもを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。